助けて、人生積んじゃった。恐怖。今日はすごく怖い話をします。保険の営業マンから相談を受けた話です。税金絡みの話ではあるのですが、それ以上に人間としてとても考えさせられる話です。最後まで聞いていただけると嬉しいです。10年ほど前に、私はある男性から顧問契約の依頼を受けました。保険の営業マンです。最初の打ち合わせで彼はこう言いました。経費率の上限まで使いたい。断ると、彼とは連絡が途絶えました。そして先日、10年ぶりに連絡が来ました。助けてください。話だけでも聞いてください。寿司をおごりますから。と、待ち合わせは上野駅。案内された先はドトールでした。発端。話は10年前に遡ります。税理士顧問契約をしたいという彼は真っ先にこう言いました。経費率の上限まで使いたい。最初にこれを聞いたとき、私は正直、意味がわかりませんでした。よくよく聞いてみると、彼の頭の中にはこういう考えがありました。収入に対して、経費として認められる割合というものが決まっている。その上限ギリギリまで経費を計上したい。使っていない経費も作り出して所得を圧縮し、税金を減らしたい。ということでした。ここで少し経費の話をさせてください。経費とは、事業のために実際に使ったお金のことです。仕事のための交通費、打ち合わせの飲食代、業務に使う道具の購入費、そういったものです。大事なのは実際に使ったという点です。収入の何%まで経費にできるという上限の概念は存在しません。100万円の収入があったとして、それに対して経費が80万円であれば、所得は20万円です。経費が5万円であれば、所得は95万円です。実態がそのまま反映されるだけです。では、なぜ経費率の上限という誤解が生まれるのでしょうか。一つの原因は、給与所得控除との混同です。会社員の場合、給与収入に対して一定の割合で自動的に控除が認められます。これは給与所得控除と言います。収入が多いほど控除額も増える仕組みです。この仕組みが頭の中で変形して、事業収入にも経費の上限割合があるという誤解につながることがあります。ただ、個人事業主や歩合制の営業マンの場合、経費はあくまでも実態です。架空の経費を計上することは脱税であり、犯罪です。彼にそれを説明しました。そんなことはできません。経費は実際に使ったものだけ計上できますと、彼は納得しませんでした。それどころか、こう言いました。自分のじゃないレシートを買って経費にしている先輩がいる。他にもこんなセリフがありました。税理士に払うお金以上の税金を減らすのが当たり前でしょ。税金払うなら税理士に頼む意味ないんだよ。私はそれに応じることができませんでした。するとどんどん彼は敵対的になっていきました。曰く、先生の着ているシャツはマークがない。ラコステとかで何でもいいんだけど、そういうの着ないとダメだよ。座り方が背筋を伸ばしすぎる。もっとこう丸めてリラックスして。僕は在コミュニティにコネがあって。支離滅裂そのものでした。もちろんそれで私の判断が変わるわけではありません。最終的に彼は捨て台詞を残して去っていきました。転落。その後、彼は独自に動き始めました。最初は小さなことでした。プライベートの飲食代のレシートを経費として計上する。誰でも思いつく。一番ありふれた架空経費です。これで終わっていればまだよかった。しかしというか、当然というか、これだけでは終わりませんでした。次に彼が始めたのは、レシートの購入です。他人のレシートを買い取り、それを自分の経費として計上する。これはかなり悪質な不正です。そしてその次に手を染めたのが、いい感情です。レシートを買うどころか、経費自体を買うというさらに悪質度が高い行為です。以前は税務調査では発見されにくいとされていた手法ですが、今ではまず通用しません。最近もインフルエンサーがこれで捕まっていましたね。間違いなく重加算税の対象で刑事罰の対象になり得ます。するとここで会社に発覚しました。懲戒処分、1ヶ月の自宅待機、営業活動は禁止です。しかし彼は止まりませんでした。謹慎期間中に、今度は顧客からの不正受領に手を染めたのです。嘘の投資話を持ちかけてお金を振り込ませました。覚えている人もいらっしゃるのではないでしょうか。今年、プルデンシャル生命で100人以上の社員が関与した31億円規模の不正受領が発覚し、大きなニュースになりました。しかし、彼が勤めていたのはプルデンシャルではありません。別の外資系生命保険会社です。つまりこの種の不正は、報道されていない部分も含めると、業界全体に広がっている闇なのかもしれません。この話はとても深いテーマなのですが、本題とそれるのでまた別の機会にしましょう。さて、彼の話に戻ります。もう2つほど非常に重要な事実があるのです。中抜き、1つ目は構造の話です。彼が不正に顧客に支払わせた金額は1000万円です。しかし実際に彼の手に入ったのは400万円ほどだったといいます。残りは中間で抜かれていました。闇バイトも真っ青なブラック案件です。儲け。さらに興味深いのは彼はあまり儲かっていないということです。こういう不正をする人は、儲けているイメージがありますよね。だけど、彼はそうでもないのです。本業と不正を合わせても、年収で言うと750万円くらい。悪くないと感じるかもしれないけど、これは収入なので経費がここから出ていくことになります。最終的な所得は平均的な会社員を下回る程度です。ということは、そもそも税金もそんなに払っていないということです。つまり、
払っていない税金を払わないために、お金を払って不正をして処分されたというわけのわからない状態だったということです。そんなことにお金と時間を使うなら、本業の営業活動を頑張れよって誰もが思うのだけれども、彼はそうしなかった。できなかった。どう見ても不合理なことに労力をつぎ込み続けたのです。効果がないのに行為だけエスカレーションしたということです。変える。善悪は別としても、リスクとリターンが全く釣り合っていません。合理的な判断からは程遠い。しかしその時点で彼にはもう、合理的に考える余力が残っていなかったのかもしれません。ここで少し立ち止まってください。最初は、プライベートのレシートを経費にする。という話でした。それが最終的には、謹慎中に顧客のお金を不正に受け取るところまで来てしまいました。茹でガエルという話がありますがまさにそれです。カエルを熱湯に入れると飛び出しますが、水から少しずつ温度を上げていくと、気づかないまま茹で上がってしまうという話です。彼にとっても、一つ一つの行動はこのくらいなら程度の感覚だったのかもしれません。しかし外から見れば、明確なエスカレーションです。架空のレシートを使い始めた時点で止まれた。レシートを買い始めた時点でも止まれた。B 感情に手を出した時点でも止まれた。引き返すポイントはいくつもあったはずです。でも彼は突き進みました。感覚が麻痺して、判断の基準がどんどんずれていった。本人は気づかないまま。現状、それから時間が経ち、10年ぶりに彼から連絡が来ました。助けてください。次はちゃんとした確定申告しないとやばいんです。最初は断ったのですが、話だけでも聞いてほしい。寿司をおごりますから。と粘ります。冒頭のあれです。まあ、美味しいですからね、寿司。結局、上野で会いました。案内されたのはドトールでした。ここで上記の話を聞きました。状況を整理すると、こうなります。会社からの請求が1000万円。これは顧客から不正受領した金額です。会社が建て替え返済した額をのそのまま請求されています。離婚協議中で、弁護士からは養育費として毎月10万円程度になると言われている。保険業界には再就職できない。面接にもなかなか進めない状況です。今年の確定申告がまだできていない。さらに、不正受領に関わっていた同僚に税務調査が入り始めている。税務的に整理するとこうなります。不正受領した1000万円は、所得として認定されます。つまり税金がかかります。中抜きされてもそれは経費として認められない。持っていないお金に税金がかかるわけです。そしてその所得を元に養育費が算定されます。同時に会社からは元の1000万円の返還請求が来ています。しかし不正受領した1000万円は、ピンハネされて400万円しかもらっていない。しかもそれもすでに過去の借金返済に使ってしまって彼の口座にはもうありません。つまり、税金も払えない。養育費も払えない。会社への返還もできない。という状態です。収入の側も支出の側も、全部が崩れています。身体極まるとはこのことです。いかがですか？ざまあみろでしょうか？自業自得でしょうか？確かにその通りかもしれませんが、私の感想は少し違いました。それは追ってお話しします。本質、話を続けましょう。それでも、この国は優しいんです。彼のようになったとしても、まだできることがいくつかあります。私はそれらを説明し、順番を考慮して箇条書きで示しました。彼の顔にみるみる正気が戻ります。それを彼はかぶせ気味にこう言いました。じゃあそれでやってください。お金も払います。今はお金はありませんが、払えるようになったら絶対払います。できることなら何でもします。この言葉の本当の意味を少し考えてみてください。自分では動きません。全部あなたがやってください。ただでやってください。お金は今ありませんから。ちなみに将来入ってきたとしても、他に払うものが先です。それで残ったら、払う気分になったら払うかもしれません。いくら払うかも決めません。簡単にできることならやりますが、面倒なことは一切やりません。ということです。なんと自分勝手な。でも私は怒れませんでした。笑えませんでした。本当に、それどころか、怖さしか感じませんでした。彼は特別な悪人ではありません。ちょっと倫理観が低め、逆に権利の主張が強めなタイプの人というだけです。どこにでもいます。むしろよく見かけます。その彼が、あの職場で、あの人間関係の中で、あのタイミングで、ああいう出会いをしたから、こうなった。それだけのことです。もし私やあなたが彼と同じ DNA を持って生まれて、同じ環境で育ち、同じ仕事をして、同じ出会いをしていたら、同じ道を歩んでいたわけです。自分は違うと言い切れる人はいないと思います。だって全て同じなのですから、判断も結果も同じになるはずです。これは本当に怖いことだと思います。自分だけは大丈夫と思うならそれは傲慢です。知らず知らずのうちに、どっぷりと使ってしまう可能性が、誰にでもある。たまたま今回は私ではなかった。あなたでもなかった。それだけです。結末、やはりというか、当然というか、私は彼との契約は見送りました。支払いはまずないでしょうし、そういう案件を引き受ける税理士という評判になるのも困ります。そのような評価が定着すると、例えば税務署は私の他の顧客も彼っぽいのでは、という目で見るようになるからです。何より、脱税志向が強すぎるのでそもそも関われないです。おそらく、調査は遠からず入るでしょう。離婚も規定路線です。再就職は難航するでしょう。支払いはどこまでできるでしょうか。茨の道ですが、
私にできることはありませんでした。ただ、正直に言います。彼へ共感や同情はもちろん、怒りや非難の気持ちもあまり持っていません。繰り返しになりますが、ただひたすら怖いです。彼の末路を見て、最初に思ったのは自分はそうならないようにしなければということでした。結局、自分のために教訓にしているだけなんです。これでは、自分勝手さという点で、彼と何ら変わりがない。彼は顧客のお金を自分のために不正受領しました。私は彼の話を自分のために反面教師に使っています。本質は何も変わらない。つまるところ、私も自分のことしか考えていない。悲惨な末路を見て、共感でも同情でもなく、そうならないように気をつけよう、と自分に都合よく教訓にしているだけ。そうです。自分勝手さでは彼と全く同じなんです。これ、本当に怖いことだと思いませんか？